男子高校生のテスト発表。はいどうも皆さんこんにちは、メテです。ということで今回はですね、高校2年生になってからの初めての一次考査。果たして僕は赤点を取っているか取っていないか、真実はこれから始まるんですけどね。真実はこれから明らかになるんですけどね。じゃあまず僕は14個の科目のテストを受けました。正確に言うと12個なんですけどね。2つだけ自分がちょっと病院行ってて、病院で入院してたから、受けれてないっていうのもあるんだけど、多分その2つやってない教科はあれなんだろうね、全てのテストの平均みたいになるのかな、わかんないけど、いいや。じゃあ上から順番に発表していきたいと思います。ということで、俺が一番苦手としている国語からいきますね。教科国語で、国語が2つに分かれてるんですよね。でまず論理国語一次考査、34点。おめでとう34点です。もう嬉しい、普通に嬉しい。もうテストっていうのはね、赤点取んなきゃどうでもいいんだよ、本当に。それか大学推薦狙ってない人だったらマジで赤点さえ取らなきゃいいんだよ。てか赤点取ったとしても補習やればいいだけだもん。それはめんどくさいな。やっぱ赤点取らないのがやっぱ一番重要っすね、テストっていうのは。だって俺大学帰国して自分の力でちょっとテストに挑もうかなって思ってるんで、そうだな、テストの結果が他の人と同じだった時には多分過去のテストの結果とか見られると思うけど、やっぱぶっつけ本番で頑張っていくんで、そんなのは関係ないっすね、僕には。そもそもね、大学は僕海外の大学行くんで、この日本の教科ほとんど意味ないんですよね。ほとんど意味あるのも少しはありますけど。よし、次行きましょう。で次は文学国語。また国語だよ。いいよ、国語2科目だけあるから助かったわ。逆に2科目以上あったらマジ俺死んでたわ。文学国語は40点。この文学国語に関してはちゃんと先生の言うこと聞いて対策もしてちゃんと勉強してたんだけどね、漢字の書き方が違くて×になったりっていうのが多かったっすね。やっぱ漢字の書き方をこれからもう少しちゃんとやれば点数上がるんじゃないかなって思います。よし、次行きましょう。次は地理歴史。地理歴史、これも2つあるんですよね。でまず地理総合。これ結構いいぞ。地理総合はなんと93点。93点。やっぱね、僕はね、取れる科目はちゃんと取ってるんですよ。やっぱこれ大事だよ。やっぱテストで一番大事なのは取れる科目をちゃんと取る。これさえ守っとけばね、マジでバカって言われないからいいと思います。普通に一応頑張ってはみたよ、地理総合。地理総合ね、マジでテスト範囲がまんま出るって言ったら違うかもしれないけど、ほぼまんま出るんで、マジでこういう科目で一生懸命頑張るのがやっぱ一番効率いいかなと思います。で次が歴史総合。歴史総合テストの発表、点数の発表。79点。いやちょっと拍手できないな。論理国語とか思いっきり拍手してたんだけど、文学国語とかも思いっきり拍手してたんだけど、歴史総合79点。79点はですね、評価5段階あるじゃないですか。
80点以上が評価5なんですよね。だから79点は評価4なんだよね。ちょっと頑張りたいな。ちょっと歴史総合評価5を取るためにちょっともう少し頑張りたいです。はい、じゃあ次行きましょう。次は数学2、数2です。はい、俺の学科ではまあ数学は1個しかないんですよ。まあそれで1個しかないんだよね。そうまあ言いますね。さっさと言いますね。数学2の点数が96点。これもね、まあ言っちゃ悪いけど地理総合と同じなんですよ。マジでテスト範囲がほぼまんま出ますね。はい、ほぼ出ます。ほぼだからまあそういう科目をやっぱちゃんと頑張ってるから、まあ、地理総合93、数学96って取れるんですよね。で点数いいのはここまでです。地理と数学だけかな。90点台は。それより下はあんま良くないですね。よし、次理科の科目ね。理科の科目は2個あります。まずは物理基礎。うわ、物理基礎。いや俺理科苦手っすね、正直。俺理系の学校入ってたんだけどね、前までは。まあいいわ。じゃあ物理基礎の点数を言います。物理基礎41点。だいぶ微妙。41点。まあこれはちょっと言い訳させてほしい。俺毎回なんかテストの時言い訳してるんですけど、やっぱ頭痛かったんですよ今回。いや毎回頭痛いんだけど、一次考査の時は一次考査の時良かった。普通に良かった。やっぱ高校1年の一次考査っていうのは結構頑張るもんっすね。で二次考査はそう蓄能始まったで、三次考査はもう足折って、で四次考査も蓄能で、この一次考査も蓄能なんですよ。蓄能っていうか入院なんですよ。マジでまともに受けた考査がもう一次考査しかないんだよね、普通に。まあいいや、まあ普通に足折った時も頑張れたか。でもその時はね、蓄能もある意味一番苦しかったかもしんない。部活には行ってなかったかも。まあよし、まあそれはほっといて、まあ次生物基礎。51点。51点。特に言うことはない。まあよくはない。俺は70点ぐらいがまあいいんじゃないって思う人だから、ちょっとよくはないな。で保健体育も2つに分かれてますね。体育と保健で、まず体育の方は73点。はい、マジ体育ね、なんか俺毎回低いんだよね。マジで毎回低いんだよね。なんか最後の4次考査の体育とかなんか60点とかって、体育って点数稼ぐ教科じゃないのってちょっと思ったんだけど、もういいよ、言うことはないよ。で保険は受けてないです。入院してたんで受けてないっす。マジか。もういいよ、メンタル強くして生きてこう。マジでいいよ、そういう時もあるよ。もういっつもなんだけど、体育低いのはなぜかは分からない。本当に外国語がいっぱいあるな。そう、私ね国際コースっていうのに入ってるんで、結構英語を使う教科が多いっすね。まあ英語得意だから全然ここら辺が稼ぎどころなんだけど、まず英語コミュニケーション2やってないっす。入院してたから保健と英語コミュニケーションはやってない。で次論理表現2。論理表現は78点。これは普通に難しかった。でも80点は取りたかった。
マジ80点だったら評価5なのに。まあこれ全部の交差の合計で多分評価つけられると思うから、ちょっと頑張りたいね。やっぱ78点79点取ってる教科はもう少し上げたいね。探究英語1、これは91点。まあいいでしょう、まあいいでしょう。次行きましょう。商業って読むんだこれ。まあいいや。商業文章デザイン。これあれですね、パソコンちまちま打ってるやつで、すっごい嫌いなんですよ、パソコンちまちま打つの。俺 YouTube やってんだけど、 YouTube やってるから嫌いなのかもしれない。まあいいや、言います。文章デザイン63点。一生懸命パソコンポチポチ打ったのに63点。ちょっとムカつくけど、次行きましょう。強く行きましょう。体育と文章デザインがめっちゃムカつくんだよね。もう少し高くなってもいいんじゃないかなって思うんだけど、まあいいわ。他の人とか結構高いんだよ。俺だけ低いんだよ、頑張っても。よくわかんないっすね。まあいいわ。次、教養国際理解85点。これは正直どこで点数つけているのか全くわからない。あ、そうだ、あれかな。そう、なんか外国の人と話すやつと韓国語を学ぶやつと中国語を学ぶやつってあるんですけど、まあ多分そうだな、外国人と話すやつの点数が一番関係してるんじゃないかなって思います。普通にそれ以外点数つけるところないもん。まあいいでしょう。まあこれ全、14科目平均68.6。68.6。70点は行きたかったな。70点の方が見栄えがいいから70点でもよかったけど 68.6。 まあ悪い、まあ決して悪い点数ではないかなっては思いますね。まあこれ多分過去最低、いや違うかな、わかんない。どうなんだろう。いつもこれぐらいなんだよ、普通に。別に点数成績下がってるわけでもないし上がってるわけでもない。一次交差だけ 70.6 とか7だったか気がするから、一次交差からちょっと下がってそのまま平常運転って感じっすね。でクラス順位13位。多分この教科を受けてる人たちの人数がまあ2、30人、30人かな。いやもう少し少ないかも。26とか、ちょうど、半分のところについてるんで、まあいいんじゃないですかいいんじゃないですかってことで終わります。それじゃ。